ドルダハのもとにアクション代替指導としてジェヨンが現れる。隙のない態度、感情を挟まない受け答え、その真面目さがダハにはどうしても鼻についた。距離を詰められる前に切り捨てるつもりでダハはチャレンジを突きつける。負ければ指導教師を変える、それだけの話だ。だが結果は完敗だった。こうしてジェヨンのレッスンプランが始まり、ダハは嫌おうなく彼と向き合うことになる。普段は容赦のない指導をするジェヨンだが、夜になっても一人でトレーニングを続けるダハを見つけた瞬間、その動きは迷いなく止められた。休みもトレーニングのうちと言わんばかりに休息を促され、抵抗する間もなくそのまま横になるよう指示される。目を覚ました時、ダハの分まで用意された夕食が置かれていた。食べないと言い残していたはずなのに、気づけば引き返し、何も考えずに弁当を開けて口いっぱいに頬張る。満腹になるとそのまま仲間たちに混ざってサッカーの試合に加わり、無心で走り回って汗を流す。声を上げ笑い、息を整えるうちにジェヨンとの距離もいつの間にか縮まっていた。2人は初めて友達になったような感覚を共有していた。皆さんこんにちは、BLホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。翌日、ダハは弁当にジェヨンの顔シールを貼り、それをスタッフ全員に配った。だが目をかけられたことへの嫉妬を隠しきれない同僚がスタントの最中、本気で拳を振るった。異変に気づいたダハは介入し、言葉と視線で逃げ道を塞ぐ。大事にする気はない。だが見過ごすつもりもない。その圧力に押され、同僚はジェヨンに頭を下げるしかなかった。時間は思った以上に早く過ぎ、怪我をしていたトレーナーは回復し、現場に戻ってきた。ジェヨンとのトレーニングもそれに合わせるように最終日を迎える。だが少ししてダハは一人でジェヨンの元へ戻る。ジェヨンの厳しさがなければもう満足できない。自分のトレーナーとして戻ってきてほしいという。ジェヨンはそれが自分の判断で決められることではないと静かに告げる。正式なレッスンは引き受けられないが、プライベートで助けが必要ならどんなことでも手を貸すと付け加えた。翌日、ダハに呼び出されたジェヨンは事情も知らされないままマネージャー業務一式を押し付けられる。何でも手助けすると言っただろうとダハは悪びれもせず言い切った。反論する間もなく、その日の業務は全てジェヨンの手に渡り、気づけば彼は無駄のない動きで仕事を回し始めている。しばらくして2人はバーで偶然再会する。ジェヨンは同窓会の途中だったが、旧友のジュンホから向けられる嫌味に居心地の悪さを覚えていた。その事情を知らないまま、ダハはニュースでジェヨンとジュンホが初代のバディだったことを思い出す。そこへこの場で2人が並んでいる光景が重なり、胸の奥で抑えていた感情が静かに騒ぎ出す。やがてジェヨンは同窓会の席へ戻るが、最近名が知られ始めた彼の存在がジュンホの闘争心を刺激してしまう。軽口の形を保ったまま嫌味だけが積み重なり、空気は次第に張り詰めていく。ついに言葉が衝突し、ジェヨンは席を立つ。ドアを開けた先に立っていたのはダハだった。2人はそのままバスケットコートへ向かい、体を動かして汗を流す。息が上がり、また来ようとジェヨンが何気なく口にした。それからしばらく2人が多忙で顔を合わせることはなかったが、メッセージのやり取りだけは途切れなかった。連絡の頻度を知らない周囲はジェヨンに彼女ができたのではないかと首をかしげる。眠れない夜、ダハはジェヨンに電話をかけ、睡眠のアドバイスを尋ねる。ジェヨンは言葉で答える代わりにテレビ電話に切り替え、そのままトレーニングを始めた。画面越しに動きを追っているうちに、ダハの意識はいきなり遠のき、気づけば深い眠りに落ちていた。ここまで距離を詰めていたはずなのに、同じ現場へ向かう日、ダハが車に一緒に乗せようとすると、ジェヨンはあっさりそれを断った。その理由を聞く前に、ダハの機嫌は目に見えて沈む。近づいたと思った分だけ拒まれた感触が強く残った。誤解を解くことなく、ジェヨンのチームメイトがリハーサルの連絡を伝え忘れていたことで、現場では全員が彼を待つ形になってしまう。遅れて入ってきたジェヨンを前に、ダハの口調は挑戦的だった。それでもジェヨンは言い訳をせず、ただまっすぐに頭を下げて謝罪した。その直後、ジェヨンの携帯が鳴る。
相手は仕事の話で純穂と組んでショーに出ないかという誘いだった。ジェヨンは迷わず断るが、ちょうどそこへダハが現れ、誰からの電話なのか、何の話だったのかと執着に問いかける。その視線と言葉にジェヨンは別の意図を読み取ってしまう。自分が純穂にこびるつもりはない、そう疑われているのではないかと誤解した。その思い込みが胸に沈み、説明する気力を失せる。ジェヨンはそれ以上何も言わず、ダハとの距離を静かに引いた。また次回お会いしましょう。ではでは。